こんにちは。アロハ。ハワイ在住19年のみなみです。いつもご視聴ありがとうございます。ドラマや映画で大活躍の女優の仲里依紗さんがご自身の YouTube 内でたびたび浜猫チャンネルを紹介してくださってから毎日たくさんの視聴者さんに検索していただいています。仲里依紗さん、パパさん、ママさん、ありがとうございます。浜猫ファンのパパさんママさんにいつかお会いしたいです。さて今日はハワイのアフタヌーンティーのご紹介です。アフタヌーンティーとは紅茶などを飲みながらサンドイッチやスコーンなどの軽食を楽しむもので、1800年代中頃イギリスの貴族たちの間で始まった習慣です。ハワイではモアナサーフライダーのアフタヌーンティーが定番ですが、今日はちょっと穴場なかわいいアフタヌーンティーのお店に行ってみます。それでは最後までぜひお楽しみください。ダウンタウンにある Tea at 1024は1999年にオープン。ホノルルマガジンのベストアフタヌーンティーにも選ばれたことがあります。窓際のピンクの椅子とピンクのドアが目印。ドアを開けると小さな店内には所狭しと可愛らしいティーカップが並んでいます。これらのティーカップはオーナーさんが集めたもので、値札がついているものは購入可能です。お店のデコレーションも本当に可愛くて女子にはたまらないですね。まずこちらのティーカップから好きなカップを選びます。優柔不断の私は悩んでしまいます。そしてティーセレクションの中から好きなティーを選びます。本当にいろいろなティーカップがあるのですが、私はこのバラの柄に決定です。カップを持ってテーブルへ進みます。今回はこちらの席に案内されました。最初に可愛らしいサラダとスコーン、そして自分が選んだ紅茶が来ました。ちょっとまだ早かったようです。サンドイッチとカップケーキが登場。その日によって種類は変わりますが、今日はきゅうり、卵、クラブ、カレーチキン、サーモン、チーズでした。紅茶がいい感じになってきたので再度注ぎます。私はイングリッシュブレックファーストティーを選びました。早速いただきます。こちらはスコーン、バターとジャムがついてきます。アフタヌーンティーの食べ方として下の段から上の段という順番だそうです。クリームチーズとサーモンサンド、一口サイズで食べやすくてすごく美味しいです。きゅうりのサンドイッチもグッド。私はコーヒー派なのですが、こうやって紅茶を楽しむのもいいですね。さて上の段のスイーツですが、前回来た時はこんな感じでした。今回のデザートはちょっと残念。片言の日本語を話す店員さんが紅茶のお湯を足してくれました。食事の後は可愛らしい店内のデコレーションを見るのも楽しみの一つ。いろいろなカップがたくさん飾ってある感じがなんとなくリルキューティーを思い出します。ティーカップ好きのみならず雑貨好きやヴィンテージ好きにも楽しいお店です。場所はダウンタウンのヌーアヌ通り。ワイキキトロリーはレッドラインのチャイナタウンで下車してくださいね。予約をしたら完了メールが届き、1ヶ月前にクレジットカードで支払いをします。
チップも先払いなので、食事が終わったら何も払う必要はありません。ちょっといつもと違うハワイを楽しみたい方は、ぜひ予約してみてくださいね。T@1024 さんでした。今日の動画はいかがでしたか？また穴場のお店を見つけたらご紹介しますね。今日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、そして皆さんのコメントを待ってます。また次回の動画でお会いしましょう。良い週末をお過ごしください。Have a nice weekend! マッハロー！バイバイ！Simpler times, I never cried when summer died.